こんにちは、静かな独り言です。今回はフリルロングポーチを紹介します。このフリルの形は AirPods が入るミニマルチポーチをリメイクした作品になります。フリルの蓋がとても好評だったので、この蓋を使って何か違うポーチにできないか考えていたところ生まれたものです。前面にポケットを作って編み上げたリボンがトーシューズのようになりました。また以前に視聴者さんからリクエストをいただいていたチューブタイプのハンドクリームケースとしても使える作品になっています。15センチほどの深さを作っているのでハンドクリームがすっぽり入ります。2本取りで編んでいるので丈夫です。このようにナスカンパーツを取り付けてバッグに引っ掛けて持ち運べます。上下厚みの違うチューブタイプですが、どちら側から入れても型崩れしません。ハンドクリーム以外にペンケースとしても使用できます。隙間が覆われるようにフリルがあるので物が落ちにくい設計です。ペンが入れば私たちの必需品、かぎ針も入ります。バッグに吊るして持ち運べるのでお家の外でも編み物を楽しめますね。そして分厚く編んでいるためメガネケースにもなります。いろいろな用途に使えるロングポーチになっています。ぜひ一緒に編んでみてくださいね。糸はセリアのきらめきコットン3玉を使用します。48メートルを3玉使用して余ったのはこれくらいです。3号から5号用の糸をご用意ください。その他の材料と道具はこちらです。材料の詳細は概要欄をご覧ください。本体から編んでいきます。作り目は鎖編みを8回します。鎖編み8目の長さは約4センチです。これを編む硬さの参考にしていただければと思います。立ち上がりの鎖編みを1回して本体1段目です。立ち上がりの鎖編みを1目飛ばして2目目に針を入れ細編みをします。1目目の印としてマーカーを入れておきます。次の目から端の目までの斜めに細編みを1回ずつ編み入れます。この最後の目がカーブ始まりの目になります。マーカーをしておきます。そして糸端を編みくるみながら同じ目に細編みをもう2回編み入れます。マーカーの目含む3目が同じ目に入りました。3目目がカーブの最後の目になるのでマーカーを入れておきます。こちら側も直線部分斜めに
細編みを1回ずつ編み入れていきましょう。ある程度まで編みくるんできた糸端はカットしておきます。最初の細編みをしたところが最後の目です。今編んだ細編みがこちら側のカーブの最初の目になるのでマーカーを入れておきます。そして最後にもう一度同じ目に細編みを1回編み入れます。最初のマーカーのところに引き抜き編みをして本体1段目は全部で18目になります。立ち上がりの鎖編みを1回して本体2段目です。引き抜き編みをしている目が1目目、そこへ最初の細編みをします。2段目の最初の細編みの印としてマーカーを入れておきます。2段目は同じ目にもう一度細編みを編み入れ増し目にしましょう。今編んだ細編みがこちら側のカーブの最後の目になります。カーブの最後の目としてマーカーを入れておきます。本体2段目以降の直線部分は必ず6目です。この6目は細編みを1回ずつ編み入れていきます。カーブ部分のマーカーの手前まで編めました。カーブ部分は1目に2回ずつ3目ともに増し目を編み入れます。カーブ最初の増し目の1目目にはマーカーを戻しておきましょう。あと2目も増し目です。カーブ最後の増し目2目目にマーカーを戻します。次から直線部分です。6目は1回ずつです。残り2目もそれぞれ増し目を編み入れます。カーブ最初の目の増し目の1目目にはマーカーを戻します。最後の目も増し目で終わります。最初のマーカーのところに引き抜き編みをして本体2段目は24目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して本体3段目です。最初の1目目には増し目、その次の目は1回です。3段目最初の目にマーカーを戻します。
次は1回。マーカーを戻します。直線6目は1目に1回ずつです。3段目の最初、増し目1回と編んでいるので、カーブのマーカー間は同じように増し目1回と繰り返し編んでいきます。増し目、増し目の1目目にマーカーを戻します。次が1回。繰り返します。マーカーのところは1回です。マーカーを戻します。直線6目は1回ずつ。そしてカーブはまた増し目1回を繰り返して編みます。増し目、増し目の1目目にマーカーを戻します。1回繰り返します。3段目最後の目は1回です。マーカーのところに引き抜き編みをして本体3段目は30目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回して本体4段目です。4段目は1周30目増し目なしで1回ずつ編んでいきます。マーカーの位置はずらさずに、編んだらすぐに戻すことを忘れないようにしましょう。最後にマーカーのところに引き抜き編みをして、本体4段目は増し目なしなので30目のままです。立ち上がりを上にしてみたとき、右に来る方のマーカーの位置を改めます。マーカーを左右に2目ずつずらします。これでマーカーからマーカーまでが8目から12目になりました。このマーカー間は後に蓋を編み付ける位置になります。では5段目を編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1回します。この段も増し目なしです。1目目にマーカーを戻します。
そしてこのマーカーからマーカーまでの8目は細編みの筋編みをしていきます。ポケットを作らない場合は細編みで編んでください。向こう側半目に針を入れ細編みをしていきます。マーカーは分かりやすいように細編みを編んでできた筋に入れておきます。続けて筋編みを1回ずつ編みます。マーカーからマーカーまでの8目に細編みの筋編みをしてきました。本体を編み上げている間に外れないように段数マーカーに変更しておきます。次の目からは増し目なしで通常の細編みを編んでいきます。マーカーは編んだ後すぐに戻すようにして編んでいきましょう。マーカーのところに引き抜き編みをします。増し目なしで編んできたので本体5段目も30目です。立ち上がりの鎖編みを1回して6段目から29段目まで増し目なしで編んでいきます。マーカーの位置が変わらないように気をつけることで目の増減のミスを防げます。本体29段目まで編んだ長さは約15センチになっています。30段目は蓋を編み付ける位置を作るのですが、私の編んだ本体はペタンとした状態でこんなにも遮光してしまっています。今から行う工程は私のように遮光してしまった方に向けて動画に残しておこうと思います。まず底からしっかり折りたたみます。上から見たとき、私は進行方向にいくつか寄ってしまっています。マーカーからマーカーまでの目数12目のまま左右対称になるように同じ目数移動させます。もっと遮光してしまった場合、立ち上がりを挟むようにして目数を合わせてしまっても大丈夫です。ただし30段目を編む際は立ち上がりを挟むので編み方に十分気をつけましょう。私は立ち上がりギリギリのところまで3目ずつ寄せて左右対称になりました。遮光しないことが一番ではありますが、楽しく編み物を続けるためには力を抜いてリラックスすることが大事だと思っています。斜めになってしまっても失敗と考えずに、その状態からでも綺麗に編める成功の方法を見つけてかぎ針を楽しんでいきましょう。立ち上がりの鎖編みを1回して本体30段目です。次のマーカーまでは増し目なしです。マーカーからマーカーまでは蓋を編み付けるところなので、向こう側半目に針を通し細編みの筋編みをしていきます。筋にマーカーを戻しておきましょう。
筋にマーカーを戻します。最初のマーカーのところへ引き抜き編みをして本体30段目は終わりです。遮光してしまって立ち上がりを挟んだ場合は、立ち上がりの鎖編みからすぐに筋編み、通常の細編み、筋編みの順で30段目を編んでくることになります。立ち上がりの鎖編みを1回し、最後の段です。本体31段目は増し目なしで1周編んでいきます。1周編んできたら糸をカットし、マーカーのところへつないで糸始末をします。本体が完成しました。本体の長さは約16センチになりました。ミニポケットを編んでいきます。伸縮性のある柔らかいポケットにするため、糸は1本で5号針で編んでいきます。8目編んだ筋編みに合わせて縫い付けるので、作り目は鎖編みを8回します。この時筋編みに直接ポケットの編み地を編んでいく方法でも大丈夫です。お好きな方法で編んでください。立ち上がりの鎖編みを1回して2段目です。立ち上がりの鎖編みを1目飛ばして細編みをします。最初の目にはマーカーを入れておきます。次の目から端までの斜めは1回ずつです。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返してひたすら編んでいきます。1目目を編んだら必ずマーカーを入れることで目数の増減のミスを防げます。1段8目ずつを繰り返して往復編みをしながら13段目まで編んでいきます。13段編んできました。ポケットは糸端で縫い付けるので長めにカットしておきます。作り目の糸端を先に処理しておきましょう。糸端を利き手側に置き、
編み地を本体に合わせて固定します。ポケットを13段編んだので、筋編みの上の細編みから数えて13段目に合わせます。目は気にせずにバランスを見て歪まないように固定しています。一段ずつ丁寧に編み合わせていきましょう。本体は遠すぎないところで針がスッと通る位置で大丈夫です。引きつったり歪んだりしていないか時々確認しながら慎重に作業しています。伸縮性のあるポケットができました。蓋も5号針で編んでいきます。作り目は鎖編みを12目編みます。長さは約 6.5 センチです。立ち上がりの鎖編みを1回して蓋1段目です。立ち上がりの鎖編みを1目飛ばして細編みをしていきます。最初の目としてマーカーを入れておきます。次の目から端の目まで11目に細編みを1回ずつ編み入れていきます。この最後の目がカーブ最初の目になるのでマーカーを入れておきます。糸端を編みくるみながら同じ目にもう2回細編みを編み入れます。そして今編んだ3目目がカーブ最後の目になるのでマーカーを入れておきます。蓋はこのカーブで増し目をしていきます。
次の目から端までの11目に1回ずつ編んでいきます。端まで編んで1段目は25目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し2段目です。最初の目には細編みを編み入れます。蓋の直線部分は最初の1目目を合わせて11目です。11目編んできました。カーブ部分の3目は1目に2回ずつ増し目で編みます。カーブ最初の増し目の1目目にマーカーを戻します。カーブ終わりの目は2目目にマーカーを戻します。マーカーの次の目から直線は11目です。2段目は28目になりました。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し3段目です。最初の目を合わせて11目は1目に1回ずつです。3段目のカーブは増し目1回を繰り返して編みます。カーブ最後のマーカーのところは1回になります。カーブ最初の増し目は1目目にマーカーを戻します。次は1回繰り返します。マーカーの次の目から直線は11目です。3段目は全部で31目です。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し4段目です。最初の目含め11目は1目に1回ずつ。4段目のカーブは増し目1回1回を繰り返して編んでいきます。カーブ最後の目は1回になります。
カーブ最初の増し目は1目めにマーカーを戻します。次から2目は1回ずつ、繰り返します。マーカーの次の目から直線は11目です。蓋4段目は全部で34目になります。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し、蓋5段目です。最初の目を合わせて11目は1目に1回ずつです。5段目のカーブは1回1回増し目1回を繰り返して編んでいきます。カーブ最後の目は1回になります。最初の2目は1回ずつ、次が増し目、そして1回です。繰り返します。マーカーの次の目から直線は11目です。蓋5段目は37目になります。立ち上がりの鎖編みを1回してひっくり返し、蓋6段目です。最初の目を合わせて11目は1目に1回ずつです。6段目のカーブは1回1回1回増し目1回と少し複雑です。カーブの最後は2回1回で終わります。最初の3目は1回ずつ、次が増し目です。そして1回です。繰り返して編んでいきます。マーカーの手前が2回、最後は1回、
マーカーの次の目から直線は11目です。蓋最終段の6段目は全部で40目になれば OK です。蓋の立ち上がり部分を細編みで補強していきます。立ち上がりの鎖編みを1回。この部分はミニフリルポーチの編み方とは少し違う編み方になります。まず立ち上がりすぐ下の6段目最後の細編みの頭に細編みを編み入れます。マーカーを入れておきましょう。次はこのポコポコしているところの一番上に、次は溝のラインの一番上に、次はポコポコ、次は溝、そしてポコポコ、中心の溝を飛ばして次のポコポコ、溝、ポコポコ、溝、ポコポコ、最後はマーカーの入っている目に編み入れます。蓋は糸端で本体に縫い付けていくので長めに残してカットしておきます。これで本体と縫い合わせる12目ができました。フリルを編んでいきましょう。この蓋はこちらの目のはっきり見えない方が裏になり、目のはっきり見える方が表になります。平らなところに置いた時にしっかり目が見える方を表にしましょう。フリルは糸を1本で4号針で編んでいきます。立ち上がりを補強した最後の目が入っているところと同じ目が編み始めになります。手前側半目だけに針を入れフリルを編んでいきます。糸をかけてきます。立ち上がりの鎖編みを2回、同じ目に長編みをします。糸端は編みくるんでいきます。
エアポーツの時と同じように長編みを1目に4回ずつ編み入れていきましょう。フリルを編むときは立ち上がりの鎖編みはカウントせずにしっかり4目編み入れていきます。半目だけに編み付けられているか確認しながら編みます。カーブのマーカーの手前まで編んでいきます。カーブのマーカー間のフリルは長編みを5回ずつ編み入れていきます。すでにミニポーチを編んでくださった方はお分かりかと思いますが、こうすることでカーブ部分のフリルが緩やかになることなくウェーブがしっかり保たれます。カーブ最後のマーカーまで5回ずつ編めたら、また直線は4回ずつ編んでいきます。立ち上がりの補強をした1目目が入っているところがフリルを編む最後の目になります。フリルの裏側に糸始末をします。蓋が完成しました。蓋を本体と縫い合わせていきます。マーカーの入っている端の目同士を仮止めしておきます。こちら側は最後の糸が出ているところとマーカーの目が合わさります。縫い合わせていきます。今蓋の方を半目拾いましたが、もう一度全目に通し直しておきます。両端は念のため2回ずつ通していきます。
最後、内側に糸始末をします。マグネットホックを取り付けていきます。マグネットホックが薄いものと厚みのある方で成り立っているものは、薄い方を蓋側に取り付けます。手順としては、蓋側のホックから取り付けていきます。ホックの色に合わせて糸を用意すると完成がより自然です。シルバーのホックならグレーの手縫い糸がおすすめです。蓋の作り目の溝を基準にずれないように指で押さえながら縫い付けていきます。最後はホックのすぐ横の蓋の編み地を少しすくって針を通し、抜き切らないように輪を持っておいて、そこへ針を通します。こうすると簡単に糸が結べます。もう一度すぐそばに針を通し繰り返します。何度か繰り返しておくとほどける心配がありません。最後にホックの下の編み地に通して反対側でカットします。厚みのある方の簡単な取り付け方です。何でもいいのでペンを用意してください。蓋を閉じて左右の開き具合を確認しながらペタンとした状態にします。蓋を少し上げてホックの位置を確認します。真ん中に当たる部分に印をしましょう。印を中心にホックを固定して先ほどと同じように縫い合わせていきます。ホックの取り付けができました。今
今回は寂しくなりがちな下半分をどうやったらバランスよく可愛らしくできるかを考えた結果、ポケットを作ることにしました。伸縮性のあるポケットはリップクリームや絆創膏の収納にも使えます。今回はこのポケットをリボンでアレンジしていきますが、リボンアレンジをするとポケットとしては使いづらくなってしまいますのでご注意ください。6ミリのリボンを1メートルほど使用します。リボンをとじ針に通します。下からリボンを通していきます。ポケットの中を通り、右から左に針を出します。リボンが左右で一緒の長さになるようにしておきます。何段か上で右から左へ針を通します。完全に引っ張る前に整えておくときれいに仕上がります。等間隔に繰り返します。もう片方も編み上げていきます。次は左から右へ針を通します。すでに通しているリボンの間を通るようにします。リボン結びをして整えます。リボンの形が決まったら結び目にボンドをつけておくとほどけません。余分なリボンをカットして切り口にもほつれ止めにボンドを塗って完成です。ナスカンパーツをつけると持ち運びに便利なポーチになります。もう一つ色違いで編んでみました。おなじみのメタルタグがよく合います。中はこんな感じになりますが、入れたものには干渉しないのでよしとします。この動画で作成したアイボリーのポーチもナスカンパーツの色と合わせて取り付けることにしました。糸はセリアのきらめきコットンのブルーではなくキャンドゥのきらめきコットンを使用しました。カラーナンバー55番のくすみブルー、セリアのものと同じく1玉48メートルの糸です。これからの季節にぴったりの落ち着いた色合いです。こちらも3玉用意して同じぐらい余りました。大人気の AirPods が入るミニマルチポーチをアレンジした今回の作品はいかがだったでしょうか。これから皆さんとコミュニティで相談しながら
アレンジ作品をどんどん増やしていきたいと思っていますので、アンケートにご協力いただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。動画や作品についてのコメント、そしてグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。